北朝鮮で生まれまして、そして引き上げ者で鹿児島と宮崎の間の都城っていうところに落ち着いて、そこで育ちました。日本では女はこれをやっちゃいけない、あれをやっちゃいけないって言われてましたからね。もうとにかく日本には住みたくなくて、外国に行きたいっていうのは、それがすごい小さい時からあったんですよね。それで来ました。パリに3ヶ月住みましたけど、仕事がほとんどないんですよね。でイギリスにオペアっていう仕事があるっていうのを聞きまして、そしてロンドンのオックスフォードに来ました。彼のいとこにパリで会うんですよね。でその彼女がイギリスにクリスマスを過ごしに来ませんかっていう誘いがあって、それで来たんですよね。私は付き合った時は勉強中だったんですよ。でそれで付き合って、そして終わって彼が南アフリカに帰るんですよね。帰らなくちゃいけなかったので、奨学資金を返すために。で私はその間にヨーロッパいろいろなところをスウェーデンに行って働いたりいろいろして、大体3、4年ブラブラして、だから彼が本当に好きだと思っておりましたので、随分待ちまして、そして1969年に日本に帰るんですよね。それで帰ってきた時に言ったら、船のエージェンシーが彼から電報が届いているから、だから彼から結婚してくれっていうあれがあって、そして初めていわゆる結婚ができるっていうことになったんですよね。当時は南アフリカ人と結婚できないんですよね。それでスワジランドっていう国に行きまして、そこで結婚して、でそこでいわゆる有名なウォーターフォードスクールっていうインターナショナルのスクールがあるんですよね。3、4年いた後に今度はモザンビークっていう国に移ったんです。だからスワジランドもモザンビークも誰も日本人がいなくて、領事館もなかったんですよね。でそして1980年にハクニーに来ました。イーストエンドに。時は結構貧乏な場所でしたからね。黒人が多かったし、教会っていうのは非常にクラスがありましてね、アングリカンっていうのはやっぱりミドルクラスなんですよね。例えば賛美歌なんかを一つないからって言ってもらえなかったりしたんですよね。そしたらその後に飛んできて「あ、すいませんでした、あなた牧師さんの奥さんです」ってねって言って、そういう差別はありましたね。でやっぱり黒人なんかも私なんかや軽く見てるっていうあれもありましたね。で一番感心したことはよく物をもらいに来るんですよね、牧師館に。猫がいるから猫の缶詰を食べ物をくれっていう人がいたんですよね。そしたら「いや私はそういうものないです」って言ったら、息子が長男が「お母さん何でもあげなさい」って「猫って言ってるけれどもそれじゃないかもしれないから」って。でその時は非常に教えられましたね。彼と結婚していろいろ人生面白かったですからね、いろいろな経験しましたからね。ただ3人の子供を産んだっていうことがもう本当に私のいわゆる神様からいただいたと思ってますよ。今でもほらこういうような状態だから。で本当によくしてくれます。山一にお世話になりましてね。で山一に9年働きました。長い人はだんだん切られていくんですね、女の人は。で3、4人しかいませんでしたからね。で私の番が来るっていうことが分かって、その前にもうどうしても手で何か身をつけなきゃいけないと思いまして、始発を勉強したんですよね。でおかしなことで今はもう日本に帰りたくてしょうがないです。日本人の親切さとか温泉とかね、日本食の優しさとか、お友達やね家族はよくしてくれますからね、本当に助かってます。彼らたちから生きさせられていると本当に私は思ってます。